こんにちは。代官山で魚中心のフレンチレストランをやってます相原と申します。サンプリシテは海のものを中心にコースを仕立てております。でこの魚のレストランをやろうと思ったきっかけは、まず魚が好きだということで、まだ好きなことをみんなやるっていうのは大事なことだと思って、で魚が興味があったので魚からレストランをやろう。で当時今から15年前ぐらいですが、熟成寿司なんかがすごく流行っていて、イワシの握りを食べに行った時に安いイワシがこんなに美味しく消化するんだっていうのに考えが至ったので、その熟成して旨味が進んだ身が崩れるように柔らかくなったのが、僕が今まで勉強してきたフランス料理と少しハマったものがあって、なぜかというと、これだけ臭みもなく柔らかくなるならクリーム系のソースも合うんじゃないか、バター系のソースも合うんじゃないかってすごくハマったんですね。今まではイワシはやっぱり醤油と生姜で食べるのが美味しいなとか思ってたのが、少し変わったのがあって、そこが熟成魚を扱う、そして魚フレッシュ新しいもの、いろんなものを使うとフレンチとして魚だけでもバリエーションが出せるぞという面白みが出たところで、すごくのめり込んだきっかけです。ここから自家製の魚のシャルキュトリを食べていただきます。作り出したきっかけは、魚でコースを作るのにフレッシュだけでは物足りないので、熟成のものとフレッシュのものを差を分かってもらうために始めた料理です。カラスミ、マグロのブレザオラ、それからマグロのソシソンセック、明石のタコのベーコンを今は用意してます。で季節によって種類は変わりますが、だいたい4種類ほど用意してます。まずカラスミは毎年長崎五島列島の林鮮魚店さんから購入して、だいたい半年ぐらい寝かせてからお客様に食べていただいてます。でカラスミは焼酎や日本酒などは使わずに、フランスのシャルトルーズのジョンヌの方、香りをまとわせて食べていただいております。ソシソンセックはドライソーセージと同じものですけれども、そちらをマグロで作ってます。赤身の部分とそれから脂身の部分にスパイスを少し足してますが、パプリカとかあとニンニクなんかも少し入れたものをだいたい 2,3 週間ほどエイジングルームに入れて、最初の重量が約 50% ぐらい落ちるぐらいまで乾燥させて保存してます。ブレザオラは本来イタリアの牛肉のもも肉とか赤身の方で作る熟成肉なんですが、そちらをイメージして、なので赤身のももとか、油の少ない部分を目指して赤身を使ったブレザオラにしてます。次はまずカツオをここで出してる理由は、今戻りガツオの季節であるということと、わら焼きしてすぐのカツオの香ばしさをお客さんに美味しさを届けたいっていうのが一番の思いかなっていうところがありますね。わら焼いてすぐが美味しいんですよね。油の戻り方、それから皮のパリッと感、まだ火が入ってない身の柔らかさのコントラストが一番伝えやすい方法なので、今一番最初の料理として出してます。この料理は日本人がよく親しんでる、わら焼きのイメージを紐解いた料理になっていて、わらで炙ったカツオの相性として焼きネギのピューレの香ばしさの相性と、それからカツオには私はどうしてもニンニクの風味の香りが必要だと思ってるんで、柔らかい黒ニンニクのソース、それからトマトのコンソメに黒ニンニクを軽く入れた酸味と香ばしさのある泡を合わせてます。私が魚こだわり出した時から一番最初にこだわった漁港が明石なんですけど、明石のまず一つの魅力は池で魚を競りする。これはすごく珍しい漁港で、あの場で生きてるのをカゴのままずらしてやる。最初にそこが素晴らしいところの一つ。あとは船の名前で漁師さんの腕の力が皆さん、私が飼ってる魚屋さんたちは知っていて、何々さんが釣ったから美味しいはずだ、このタチウオはこの人がいい、タイはこの人とかっていうのは明石の人たちの中でいろいろあるので、私が頼んでる魚屋さんが
競りする前のカゴの名前を書いてあるんですが、そこの名前が釣った方の船の名前だったりのが書いてあって、競りの瞬間に、何々丸のが来た、何々さんの魚が来たって言って、みんながドンと一気に競りに参加するっていう非常に珍しいパターンです。でそれを送ってもらうと本当によその、サバやタイとかでは感じられないような旨味が強かったりするのがあるので、また明石の一つの魅力かなっていうのがあって、あと、コアに付き合ってるのは長崎の五島列島の林鮮魚店さんなんですけど、海中放血神経締めというのをやってて、素潜りをした漁師さんたちが海の中でエラを切って血抜きをした後神経締めをするというのをやっていて、でその後冷やし込みっていうのが大事なんですけど、その冷やし込みも船の上で必ずやるっていうのをやっている漁師さんたちと出会って、で彼ら当時すごく私の中でセンセーショナルな血抜きの方法神経締めだったので、今でも仲良くしてるんですが、クエとスジアラと大型のお魚がすごく得意なんで、これをメインに扱ってますね。イワシのガレット・ド・サラザンですね。これはそば粉のクレープの中にキノアとごまのソース、それから寝かしたイワシ、大葉を少し入れて作ったものです。ポイントとしては、イワシは 4,5 日寝かして使う、それからごまの香りとガレットのもちもち感で、イワシは炭を軽くまとわしてあげることによってすごく香ばしくなり、でごまのソースに少し酸味が入っているので、それからキノアはシャリのようなイメージで少しだけ入っているのが私のポイントかなと思います。このイワシの料理は大好きなイワシの握りと、私が経験したブルターニュにいた時のガレットを経験、食べた経験と働いてた経験が合わさってできた料理なんですが、なのでキノアなんかはよくフランスで使う食材、そこに酢飯のようなイメージで酸味を加え、ガレットに相性のいいようなものを合わせていった結果、サンプリシテのスペシャリテのようなものになりました。